心理学を学べば本当の自分がわかる。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は本当の自分がわかる心理学、すべての悩みを解決する鍵は自分の中にあるについて解説していきます。今の自分を生み出したのは子供時代の経験によります。例えば子供の頃に嫌な経験ばかりしてそれがトラウマになっている人は自分に価値がある感覚が低くなります。この自己価値観が低い人は自分のことを心から好きになれず他者を信頼することができないです。常に懐疑的になり人間関係をうまく築けなくなってしまいます。つまり自分の心の中に拠り所を持っていない人は外の世界でも拠り所を見つけられないってことです。心理学では子供時代の経験に影響を受けた部分の人格を内なる子供と呼びます。この内なる子供は親など身近な人の経験によって刷り込まれていきます。研究では僕たちの経験と行動の80%から90%は無意識が扱っていることが証明されています。そしてこの無意識の中の中核部分を担うのが内なる子供です。良好な人間を築くには自分の心の中にある傷を受け入れてある程度まで癒す必要があります。そのために僕たちは内なる子供と向き合い、自分がどれほど強い願望を持っているのか、自分がどれほど深い傷を負っているのか、しっかりと理解する必要があります。裏を返せば、内なる子供と向き合い、自己価値観を高めることで、自分と他者を信頼し、他者と良好な人間関係を築くことができます。もちろん、あなたの考え方を変えて、行動を変えることも可能です。この動画では、本当の自分と向き合って、行動を変えるポイントを7個解説していきます。ワークもいくつか紹介します。ぜひ試してみてください。1個目、心の中の3つの人格。人格には3つの側面があります。まず冒頭で出てきた内なる子供は人格の中で子供の頃に作られた無意識の部分のことです。内なる子供には不安や痛み、悲しみ、怒り、喜び、幸せ、愛情などあらゆる感情が組み込まれています。つまり内なる子供はネガティブで悲しい面だけでなくポジティブで幸せな面も持ち合わせています。本書ではこのポジティブで幸せな面を持った陽気な内なる子供をひなた子と呼びます。一方、ネガティブで悲しい面を持った傷ついている内なる子供のことを影子と呼んでいます。また3つ目の人格に大人の自分があります。大人の自分は合理的で理性的な思考力と理解力を持っています。大人の自分モードになると自分の人生に責任を持ち、物事を計画して先を見越して行動できるようになります。このように誰にでも3つの人格が存在します。自分と向き合って行動を変えていくにはこの3つの人格を認識することが大切です。まずはこの3つの人格があることをしっかりと覚えておいてください。2個目、影子をコントロールする。本当の自分は意識的に行動する存在であり、内なる子供をコントロールすることもできます。他者と良好な人間関係を築くには、この内なる子供のコントロールが大切です。繰り返し問題を起こすのは影子の人格です。影子はネガティブな信念を持ち、そこから悲しみや不安、怒りといった心身に負担がかかる感情を抱えるようになります。そしてそれをうまく処理できないと、防衛戦略として現実逃避をしたり、相手を攻撃したり、パートナーをコントロールしようとします。例えば、あなたがパートナーに買い物を頼まれた場合を想像してください。あなたが買い物から帰ってくると頼まれたソーセージを買い忘れたことに気づきます。するとパートナーは尋常じゃないレベルで怒り出しました。
なぜそんなに怒っているのか深掘りをしていくと、パートナーは子供の頃に自分の願望を母親に真剣に受け止めてもらえず、そのことで心に傷を負っていたことがわかります。その時の経験とソーセージの買い忘れが重なってしまい、自分のことを真剣に考えていないと怒りを抑えることができなかったってことです。このように影っ子の部分が無意識に出てきて感情的になってしまうのは、子供時代の経験と関連していることが多いです。しかし子供時代の経験を完全に消すことは不可能です。そのため影っ子をうまくコントロールするには、知性を持った大人の自分が重要になります。例えば先ほどの例で、パートナー自身が自分の望みを受け止めてくれないと感じるたびに過去の傷が痛むことを理解しておくと、大人の自分がその感情をコントロールできるようになります。つまり大人の自分と影子の部分を意識的に区別することが大切です。自分がどんな時に怒りを感じるのか、その感情が子供時代のどんな経験と重なっているのか、これについて考えてみてください。3個目、子供時代の経験が影子を作る。子供は自分の欲求を親に気にしてもらえなかったり、分かってもらえなかったりすると、なんとか気にしてもらおうと懸命になります。ただし、愛情の薄い親や子供の感情や願望に共感できない親のもとで育った子供は、親とうまくやっていくには自分の欲求を抑えるしかないと思うようになります。例えば親がとても厳しく子供に言うことを聞きなさいといつも言っていると、その子供は親にいいこと思われるように親が決めたルールに従うようになります。そのためには親の考えに反する自分の願望や感情をすべて抑える必要があります。こうなるとその子供は自分の感情に向き合うことを学べなくなります。このように親に支配されていた経験が刷り込まれたままになると、他者のことを支配的で自分よりも大きな存在と思い込み、その人の言いなりになるか反抗するかの態度を取るようになります。しかしこのような人でも自分の過去のことをよく知って心に刷り込まれた事柄とそこから生まれた信念を理解できれば、相手に共感できるようになります。対策として必要なのは、家庭環境からどのようなことが心に刷り込まれたのか深く理解することです。もちろんネガティブな刷り込みだけでなく、親に感謝すべきポジティブな刷り込みも見ていきます。親が自分にどのような手本を示したのか、家庭内で決められていた基準や価値観は何か、このようなことを考えることが大切です。まずは子供時代の経験が今のあなたの人格の大半を占めていることをしっかりと理解してください。4個目、自分の鍵子を知るワーク。繰り返し問題を引き起こすあなたの思考や行動パターンを変えるには、あなたのネガティブな刷り込みを知ることが重要です。そのためのワークを行います。まずは A4 以上の大きな紙を1枚用意してください。その紙に自分のシルエットを書いてください。これがあなたの影子です。この影子の頭の左右にそれぞれお父さん、お母さんの呼び名を書き入れます。ここまで準備ができたらワークに移っていきます。ワークのステップは6つあります。ステップの1、子供の頃に母親に対して不快な感情を持った出来事を1つ以上思い出してください。例えば、あなたが母親から無視された、恥をかかされたと感じた出来事です。ステップの2、この具体的な出来事での母親の様子を思い出して、母親の短所について考えてください。そのキーワードを絵の中に書き入れていきます。父親についても同じように書いてください。ステップの3、あなたが家族の中でどのような役目を担っていたか考えてください。例えば、親にとって自慢の子供になるように行動すること、ママとパパの仲介役などです。その役目を母親と父親を表すキーワードの下に書き入れてください。ステップの4、両親がよく言っていた決まり文句を書き入れていきます。例えば、わがままを言わないで、
お兄ちゃんは勉強熱心なのに、それに比べてあなたはなどです。そしてあなたの頭の上からそれぞれのキーパーソンに向けて矢印を書いて、その矢印の間にキーパーソン同士の関係で問題だった点について書き入れてください。例えば、喧嘩ばかりしていた。会話が少なかったなどです。ステップの5、これらをすべて書き入れたら、次はあなたの心に注意を向けていきます。あなたが子供の頃、両親の振る舞いによって心の中にどのようなネガティブな確信が生まれたのか考えてください。例えば、行儀よくしていなければならない、一番にならなければいけないなどです。ステップの6、ネガティブな確信の中からあなたの気持ちを最も動揺させ、落ち込ませたものを3つまで選んでください。これがあなたの中心的信念です。その中心的信念はあなたにどのような感覚を生じさせますか？多くの場合、中心的信念は不安や落ち込み、怒りや逃避などの感情を引き起こします。ここで感じた感情をこれから意識するようにしてください。この感情を意識できるようになれば、その心の状態に陥っていることをより早く自覚できるようになります。自覚するのが早ければ早いほど、その感情をうまく調整できるようになります。5個目、かげ子の傷を癒す。かげ子を知るワークであなたの中心的信念を明らかにしました。しかし、これらの信念は単に子供の頃の刷り込みから生じたものに過ぎず、真実ではないです。これを理解した上で、かげ子の傷を癒すコツを2つ解説していきます。1つ目、心の支えとなる存在を感じてみる。大変な時にあなたの味方になってくれる人を思い浮かべてください。一人でも複数人でもいいです。また実在する人でも架空の存在でも OK です。あなたが心の支えを必要とするときは、いつもその人たちがあなたのそばにいてくれると想像してください。これを思い出すだけで大きな力を発揮することができます。2つ目、大人の自分を強くする。かげ子を癒すためには安定した強い大人の自分が必要です。僕たちの脳には論拠に基づいて自分の主張を組み立てていく能力があります。子供の頃の刷り込みを打ち消す論拠と事実をいくつか伝えるため、これを頭に入れておいてください。悪い心を持って生まれてくる子供はいない。子供は周囲の人をイライラさせることもあるけど、それによってその子供の価値が変わることはない。子供が欲求を満たすためには、親をどうにかしなければならないため、むしろ周囲の人をイライラさせることが必要。子供は自らの精神的、身体的な欲求が満たされる権利を持っている。子供の感情と欲求を理解するのは親の役目である。このような論拠を挙げて自分の主張を組み立てていく練習をしてください。6個目、自分の味方になる方法。人は本当の自分を受け入れれば受け入れるほど、本当の自分でいるときに心地よく感じます。重要なのは自分自身を受け入れて、適切な方法で自己主張していくことです。ここでは自分自身を受け入れる方法を2つ解説します。1つ目、事実と解釈を区別する。もしあなたが不快感を覚えている自分に気づいたら、その場の状況を一歩離れたところから分析して、自分がその状況をどう解釈したのか自問してください。僕たちは通常、客観的な現実に反応しているのではなく、解釈に反応しています。例えば、同僚があなたのことを見て笑っていることに気づいた場合、それをバカにしていると解釈するのか、単に笑みを浮かべているという現実として見るのか、それで結果は違ってきます。かげ子が出ていると自覚できたときは、客観的に事実と解釈を区別してください。2つ目、あるがままを受け入れる。自分の過去を認めて受け入れることは、自分の不安や劣等感、羞恥心、悲しみを認めて受け入れることです。これを受け入れると、感情をむき出しにせず、大人の自分のものになることができます。コツは、そういうことと心の中で唱えることです。例えば、急いでいるのに渋滞に巻き込まれてイライラしたら、そういうことと言ってみてください。これを繰り返していると、
心を落ち着かせることができます。感情っていうのは常に一時的な状態に過ぎないです。どんなに嬉しいことがあっても、その嬉しさが永遠に続くことはないです。ネガティブな感情も同じです。ネガティブな感情にとらわれた時は、心の中でそういうことと唱えて心を落ち着かせてください。7個目、怠けスパイラルから脱出する。怠惰は人生を変える際の大きな障害になります。あなたは中学校で習った感性の法則を覚えていますか？動いていない物体は外部からの力がない限り静止し続けます。一方、動いている物体は方向や速度を変えたり、動きを停止させる力がない限り、そのまんま動き続けます。これは人間の行動にも適用できます。人は行動しなければしないほどどんどん怠け者になります。例えば一日中ベッドの上にいると血の巡りが悪くなって体がだるくなります。また気分も落ち込むため行動できない人間になっていきます。行動するためのコツは感性の法則を利用して活動をやめないことです。休みを取ることも重要ですが、活動を完全にストップすると人は怠けてしまいます。一日の予定をしっかりと立てて怠惰を予防してください。あなたが日曜日の夜に憂鬱になるのは日曜日と月曜日の過ごし方に大きなギャップがあるからです。日曜日は勉強をしたり副業をして平日と同じように過ごしてください。これをすると月曜日はいつもと変わらずモチベーションを保って働くことができます。動き出しさえすれば継続することは確実に楽になります。僕も毎日変わらず好きな仕事をしています。適度に休憩をとって行動することをやめないでください。解説は以上です。本当の自分を理解できましたか？あなたのネガティブな感情の根底にある子供時代の経験を探ることで、いざという時に感情をむき出しにせず、大人の自分モードで対応できるようになります。人生のほぼ全ては人間関係によって決まります。あなたの中にいる影子に振り回されず、いい人間関係を作っていってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。